これもう言ったかな。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。というか、トレーダーって言っても本当最近、なかなか短期のね、トレーダーという形で、お仕事をしてないんですけども、まあ、今日ちょっと最初にお見せしているものがですね、今まだ CM が入ってるかな？自己紹介っていうか TikTok の方でちょっと出した動画ありまして、今ちょうどやっているオンライン家庭教師っていうのを僕も家庭教師の中で何人かやってるんですけども、せっかくなので、こう雰囲気っていうのをちょっと最初見ていただこうかなと思って、オンライン家庭教師ってこんな風にやってるんだよってことをちょっと見ていただきたいなと思います。ちょっと、生徒の顔もちらっと映ってるんで、ちょっと心配ですけどね。はい。でも、ちっちゃいから大丈夫かな。はい。この様子は昨日の、8時半から10時で行っている、数学 A のオンラインの授業になります。チェバとメネラウスっていうところなんですけど、なんか図形のところで、ちょっとこう、なんていう法則って言ったらいいんでしょうね。外側からこう、1対、2対、わかりますかね？これなんて言ったらいいんでしょうね。難しいですね。で、この様子がですね、一応テキストは両方持っていて、なんていうのかな。双方でこう、共通のテキストを見つつ、で、なんか書いてあることとかあれば、どうも、お花さん、よろしくお願いします。音出てますかね？大丈夫ですか？すいません、いつも心配だって。今ちょっとなんか、チェバ・メネラウスの法則を、ちょっとね、方向性なんですけども、オンライン家庭教師の様子をやっております。はい。高校1年生ですね、数 A は。で、今最近実はありがとうございます。オンライン家庭教師の方がもうほぼ毎日ありまして、で、ある程度勉強がちゃんとこう確立できてる子とかは、もうオンラインでやったりとかもしていますね。で、生徒の方に、やり方とかを話したりとか、僕も当然話しますけど、どちらかというと、アウトプットさせたくて、回答とかを簡単にまとめて喋ってもらって、で、時間最後来た時に演習をさせてっていうことで、やっぱやり方がすごい難しいものもあるもんですから、回答をしっかり見て、双方が確認していきます。オンライン授業っていろいろやり方があるんですけども、こういう対面式の、やり方っていうか、があって、黒板を使った授業っていう形ではなくて、双方が、テキストを見て問題を確認していってるっていうようなやり方ですね。はい。これちょっと TikTok でもう流してるんですけども、こんな感じで、今、結構忙しくっていうか、オンラインになってから、移動は少なくなったりとかね、このカメラ使って、やったりはしてるんですけども、でもなんていうんだろう、だいぶ慣れてきたという。これ YouTube やってるのもそうなんですけどね。はい。で、これからね、特にその高校生の理系の、問題っていうか、予備校で聞くっていうのも大変だし、YouTube でいろいろね、高校の数学とか物理とか科学とかも理屈とか聞いてもあれなんですけど、なかなかこうテキストをやるって言ってもね、難しい。でも家庭教師とかだと、ちょっと高いんじゃないかとか、やっぱり教える先生も少ないもんですから、またね、僕もどんどん理系の勉強をしていきつつ、自分のためにもそうだし、それから結構困っている高校生もいると思うので、なんかうまくね、
こう上手に時間を使いながら、こう、オンラインでね、やっていきたいなと思っております。まあ、昔から、コロナの関係でオンライン家庭教師はやってたんですけども、まあ、最近は少しずつ増えてきて、まあ、木曜日も、YouTube には間に合うと思うんですけど、今、オンライン家庭教師やってないのが、何曜日だね。月曜日、水曜日以外は全部あるのかな？はい。ですね。週5回ぐらいですね。はい。今なんかいろいろ喋ってますけど。まあ、ここの内容はね、特にいいと思うんですけど。はい。こんな感じでやって、ちょっと画面小さくてすいませんね。はい。まあ、明日も、日曜日もね、オンラインも、訪問もやりますんでね。そんな感じです。はい。消しますね。はい。ということで、これ、音楽も流れてるのかな？大丈夫ですかね？久しぶりのYouTube ライブなんですけど、多少なんかこう、緊張してっていうか、なかなか準備もね、進んでなかったもんですから、ちょっとね、感覚を戻しつつね、お話ししていきたいなと思っております。あ、しめじいさんがもしかしたら今週名古屋に行って、もう戻られてるかあれかな。あ、そうだ、台風がね、来てるみたいですよね。大丈夫ですかね。まだ、これからですよね。九州、これから東海、ね、日本縦断するらしいですよね。はい。今日最初にですね、まあ別に、また最初ちょっと雑談じゃないんですけども、ちょっとこういうお話を、まあ中高年の雑談ではないんですが、まあ、ちょっと気になることが、僕の母親とかにもあったもんですから、皆さんの中でもこう考えたことがあるのかなと思って、今日ちょっとこういう記事を出しました。もし親の介護が必要になったらっていうことで、これからね、お父さんお母さんとかがもう親とかが介護にならなきゃいけないのかなっていうのの、こう、介護サービスの仕組みの利用方法っていうのがあったので、ちょっと紹介していきたいなと思います。ちなみに、お花さんとかはあれですか？もうお父さんとかお母さんは、介護とか、こんな風に言っちゃうちょっとあれなんですけど、まだお元気で介護必要ないとか、どんな感じなんですかね？うちはちょうど、まあ、75を超えてきて、まあ、みんな糖尿病とかね、高血圧とかなりやすいところになってきて、ちょっとね、目が見にくかったりとかしているようですね。はい。なんで、まあ、徐々にそういうことがね、起こってくるかなと。今、こういうネットで調べることができるので、すごくありがたいなと思うんですけどね。はい。まずここの介護が必要になったら、まず行うことっていうのは、ちょっとまあ、流れを順によっていくと、まあ、最初にどうやら、この地域包括支援センターに連絡するといいと。こんばんは。どうも、川端さん。お願いします。あ、川端さんすいません。火曜日かなんかかな、ライブ来てもらった時、24時間ライブの方にコメントもらってましたよね。すいません。後から気づいて、返信できなんで、あれ、過去の、動画の、なんて言うんです。リピートだったので、ちょっと僕も見てない時があったりとかしたので、すいませんでした。来ていただいたのに。はい。ちょっとここ、お休みをいただいてましたので、ご了承ください。大丈夫ですかね？はい。はい。で、この地域包括支援センターにまず連絡をすると。お花、まだです。やはり心配、考えてしまいますの。そうですよね。はい。ちょうど、いいですよね。こういう時にね。なかなか本人に、あと、一番あれじゃないです。ちょっと逸れちゃうといけないですけど、もうちょっと介護の方を頼むよっていうふうに、親に言いにくいとことかあると思うんですよ。ね。親はまだ自分が元気だし頑張りたいと思ってるし、また、子供にとっては多分親ってずっと年を取っても子供のままなんですよね。はい。まあ、
そう思ってで、どんどんその年をって頑固になってるじゃないですか。もう頑固なのはこれ脳の仕組み上、しょうがない部分もあるらしいですね。はい。柔軟になんか社会にこう、外に出ていかなくなってきちゃって、もう自分の考えがこう、まとまって固まってきちゃったりとかして、ごく頑固になってしまうのは、まあ日本人の高齢者ではこう、あること。だから、なかなかこう言いにくいこともあると思うんですけど、まずはこの地域包括センターに連絡をするらしいです。はい。まずはここらしいですね。で、私たちも最初に相談するとか、ここからケアマネージャーとかいらっしゃいますよね。保健師さんとか看護師さんとか、そういう方々にまず相談をして、見ましょうと。まずここかららしいですね。はい。そこから、意外にこれ知らないこともあるんですけども、主治医に相談っていうことがあります。で、これ何かというと、やっぱりその、介護とか必要な時に、こう、申請書とか、そういうのもいるかもしれませんので、まあ、例えば今、かかりつけの病院、親がね、行ってるとこがあるとかね、それから、なんか名車に行ったとか、そういうことがあるようだったら、どういう病院に行ってるかとか、そういうところを聞いて、直接、まあ、かかりつけのお医者さんの主治医に聞くのもありだということらしいですね。はい。それからこれですね。多分この、要介護認定っていうのがあるので、この申請がいるようです。よく聞くんですけど、介護、要介度いくつかって言いますよね。私たちも程度がわからないので、もう本当にこの要介度については、どの程度きっと全部ね、施設でお願いした方がいいのか、まあデイサービスを使った方がいいのかとか、いろいろあると思いますので、それも私たちはどうしようもないので、これも聞くことが必要。要介度認定っていうのがいるということになります。はい。なんか全然お金の勉強じゃなくて、介護の勉強みたいな感じですよね。いいですよね。たまにはこういうのもね。はい。まあ、中高年の雑談的なものなのでね。はい。はい。まあ、といった自分で言い聞かせてたりとかしてます。それから、4番が、要介護認定を受けてケアプランを作成とあります。なので、もう介護ランクがあったらこれぐらいがいいですよとかいうのがありますので、そのプランを、まあ、例えばデイサービスをね、先使うのかどうかとか、それを相談するケアマネージャーっていう方に相談するということになります。はい。まあ、あとは最初にとにかくどこの施設に、お花、いいです。参考になります。ありがとうございます。もう、ね、すいません、雑談みたいな感じで。はい。あ、今日、言いません。また多少タイムラグというか、遅延してるかもしれませんので、ちょっと僕も動画が今止まってるかどうかがわからないんですけど、ちょっとライブの設定を、低遅延っていうのにしてありますので、多分、光ファイバーならこの週末でも滑らかに動画はしてるんじゃないかなと思うんですけども、会話の方がね、ちょっとタイムラグがありますのでね、まあ、この点は、ご了承ください。でもまあ、こうやって、話してくれるだけでも、全然、たくさんいたらね、大変ですけども、そんな少人数で、こうやって話してますのでね。はい。はい。で、4番がケアプランを作成すると。で、ここから介護サービスを利用するという流れになるということです。まあ、要するに、一番大事なのは、この、地域包括支援センターにまず連絡することっていうのがまず1番目。もうここからですね。で、主治医がいるかどうかを聞いて、そこからやっぱり介護、認定をしていただくという風な手順になると思います。あとまたね、お金の関係とかもね、あると思いますし、もう介護っていうと結局これでお金を、親が持っている、ここには書いてないですけど、お金をどういう風にするかっていう問題がありますよね。はい。うん。自分のところから出していくのかっていうのもあるし、まあ、了解もらって、親の、
貯金からやっていくのかって、こういうのもね、トラブルになりやすいので、ほんと注意しなきゃいけないですよね。まあでもそれも合わせて、多分地域包括センターに聞いてもいいと思いますよね。お金の問題も。はい。あと、どれぐらいかかるかっていうのも全然わからないじゃないですか。ただ僕も聞いたことはあるんだけど、例えば、僕は今ちょうど本業の方の学習支援っていうところに行ってる施設は、特別養護施設っていうところなんですけども、結構重度の、もうちょっと言い方が悪いですけども、本当にお亡くなりになる前の方がずっと住んでいらっしゃる施設みたいです。僕の学習支援っていうところで行ってるとこは。で、そこがね、月に10万とか言ってたかな。私立と、あと、例えば、公立私立って言い方変ですけど、僕が言ってるとこは私立っていうか、市営ですかね、の、特別老人ホームの施設の中をお借りしてるんですけどね。それ10万ぐらいだって言ってましたね。いや、本当にデイサービスも含めてお金がすごいかかると思います。ここから、そう、親が例えばお金を持ってない場合だったら、自分で介護しなきゃいけないかもしれん。自分でね、介護しなきゃいけないしね。そういうところもひたひたと。でもこれって、私たちだけじゃなくて多分みんな避けては通れないところじゃないかなと思うんですよね。ちなみになんか書いてあるな、これ。介護1から5までの、介護制度に分かれて、5が一番重くて、そうですね。身体の関係、認知症の症状があり、意思疎通が難しい場合に判定されますということですね。はい。というらしいですね。はい。ちょっと気になったことなので、またちょこちょこ、やっぱり中高年で私たちもやってるので、お金の関係だけじゃなくてね、こういう気になることとかも、ちょっと、一緒に学んでね、いけたらなと。僕も全部知ってるわけじゃないので、こうやって学んでいけたらなと思っております。はい。それではですね、今日の、お題というかが、今度逆っていうか、前回にやりました、この、高校生のね、お金の勉強のことについて、中盤ということになります。今度すごい、高齢者のことから、今度は、もう、僕の専門じゃないですけど、中学、高校のね、お金の勉強についてね。前回、お金についてのことをやったんですけど、この中盤ということで、実際に年金についてのことを高校生にどうやって話すのかっていうことを、ここで動画で紹介しているので、これも紹介していこうかなと思っております。その前に、最近ちょっとニュースがあったので、これも合わせて、ちょっと、紹介したいと思います。何かというとですね、これいいのかな？こういう風にしちゃって。皆さん見ましたかね？ちょっと先日のニュースだったんですけど、このニュース、今流していいですかね？これで。ちょっとこれ流しますね。今日トレードのことできるかな？ちょっと流します。なったばかりの22歳。遺影は笑顔の大学を卒業した時のものでした。これ皆さん知ってますかね？22年間ずっと私を育ててくれてありがとう。投資詐欺の件でたくさん迷惑をかけ、心配をかけてしまってごめんなさい。大学の同級生からの紹介で暗号資産の運用を謳う投資に150万円を支払い、その後自ら命を絶った川上ほのかさんで、自分でもなんか消このニュースいつだっけ？ 3 日前ぐらいでしたっけ？9月の13日に解約してほしいとか連絡したりしたけど、なんか仮想通貨の暗号資産のねマルチ商法でちょっと命を絶ってしまったっていう若い女性のお話ですね。はい。受け取ったとは言いますけど、俺は仲介役しただけやからと、返金できませんとか、なんか薄っぺらい言葉ばっかり吐いてるやつみたいな。
誰にお金渡して、会社がやってることだ。こいつの150万返してほしいんですよ。物なしマルチ商法で150万円被害。命を絶った22歳女性。なぜ？9月1日に多分入金はしてるんですけど、9月3日の日に私と犬連れて3人で出かけたりとかしてて、全然元気でしたし、本当にその直近になるまで全然私には多分隠してたんだと思うんですよ。ほのかさんが投資を持ちかけられた2年前の8月末、大学時代の同級生の SNS、インスタグラムがきっかけでした。ほのかさんが何気なく返信すると、話が一気に進んでいったといいます。その日のうちにすぐグループ LINE になんか強制的に作られて、リーダー格のやつになんかいろいろ LINE で説明されてますね。同級生が LINE である男を紹介。その後のやり取りの一部始終が残されています。ちょっとここで止めますね。ちょっとまだ長いので、今概略は見ていただいた通りなんですけども、要するに仮想通貨のサイトというか、で、これどうやら、最近ですね、大学生のあたりでも、こういう仮想通貨の詐欺っていうのが、投稿してるみたいですね。仮想通貨かそってますから氷山の一角かも。そうですね。はい。そう思います。しかも、今の時期ですよ。で、これ投資話を持ちかけたのが2年前の8月っていうことは、皆さんも知ってるかもしれないですけど、ちょうどまだ、アメリカ経済が、ビットコインがこれから上がるとき、とにかく何でも、仮想通貨が上がっていた時じゃないですか。だから、多分、この時に、私たちもきっと、ビットコインとかイーサリアムとかが上がってきた。僕もこの時期、仮想通貨って言っていたので、多分、その頃の、お話から、徐々に、この方もお金を借りたらしいですね。で、お金の借りてるところも、ちょっと、もう、どこだろう。闇金か何かかなの借り方も、かなり、危ないところっていうかな。今、金利が安いので、この金利で借りても、仮想通貨のボラティリティだったら、全然返せるよっていう話らしいですよね。150万っていう形でしたけども、で、この間こういうことがあったんですが、やっぱり、これは、高校教育じゃないんですけども、私たち大人でも、お金の勉強は、自分たちで学ばなきゃいけないし、興味のない人なんかは、こういうのが詐欺だとかどうかっていうのもわからないんですよね。で、しかも、今って、ちょっと前だったらインターネットがここまで、盛んじゃなかったから、なんて言うんだろう。詐欺かどうかっていう判断もしにくいっていうか、大人の方でも詐欺に遭った人もいる。でも今って、こんだけ YouTube やインターネットもある時代ですから、もう明らかに YouTuber でも怪しいなと思うのもあるしね。ということで、特に今仮想通貨っていうのが、じゃあ何が正しいかっていうか、もうこれ暴落するものだから、詐欺になっちゃうんですよね。言い方間違えると、ずっと上がるよとか、おすすめするよっていうことは。本当に思います。で、ですね、このニュースを受けて、僕ある YouTuber さんをちょっと見つけたんですけど、この話もしますか？これ。この方がたまたま出てきたんですけど、ちょっとこれが何かというとですね、この人もたまたま見つけたのかわかんないですけど、これ、
投資詐欺の現場をちょうど抑えたビデオです。でちょっとこれも大切なことだなと思うので、この新丸さんっていうのはどういう人かちょっとわからないんですが、ちょっとね、この投資詐欺の内容について、ちょっと現場、ここら辺から見ていいかな。お見せしたいと。隠しカメラだと思いますけどね。ちょっと音がうるさいかもしれないですけど、テロップとかちょっとよく見てください。なんか音が聞き取りにくいと思いますけど、すいません。勧誘している人がね、全然やっぱりネズミ講で知識がないんですよ。勧誘してる人も大学生だと思います。お兄さんさっきバイナリーの話聞いてたの？あ、ここから見つけたみたいですね。知らない？バイナリーの話聞いてたでしょ？バイナリーオプションですね。バイナリーオプションの話してたじゃん。株式会社グラシアスじゃないの？株式会社グラシアスじゃないの？じゃあどこの会社でやったのそれ？ MA。あ、これ。株式会社 MA。今、ちょっと聞こえたかわかんないですけど、どこの株式会社って言うと。いくらすんのお金は？さっき、もう、株式会社どこって言ったら MA って言ったんですよ。これ MA っていうのは、皆さん知ってると思うんですけど、移動平均線の MA です。だから、もう全然分かってないんですよね、誘ってるこの子も。だから多分、誘えば、マルチ商法なのいくら紹介料でもらえるよとか、そういうことを親玉から言われてるんだと思うんですよね。はい、続きいきますよ。だいたい初期費用お金かかるんだよ。100万ぐらい。50万。それ世の中にいっぱいはびこってるから。大学生でしょ？まあ俺が楽だったら。俺 YouTuber なんだけど、新宿109って一回 YouTube で調べてみる。MA。まあ来たから。MA なんて会社あるわけこの人じゃないか。お兄さんもうやってんの？この人も勇気お兄さんもやってんの？ありますね。新宿109さんもガンガン行きますね。だって普通に考えたらさ、稼げる話さ、人に紹介しなくない？ああいう株式とか投資の世界って競合がいっぱい増えたら負ける確率が高くなるんだよ。だから普通だったらありえないんだよ。調べた？大学4年生。いや、1年。離れるとまず君の先輩？その先輩が誘っちゃってるんですよね。後輩を。そういうわけじゃないんだ。社長は？社長わかる？なんて人？かなりもう社長なんて人？ぐいぐい攻めてます。よくこれでなんかトラブルにならないなと思いますけどね。はい。これでちょっと逃げようとします。騙そうとしてんじゃない？騙そうとしてんじゃない？違う。なんで下に行かせたの？なんで下に行かせたの？行かせる必要ないじゃん。あ、今から？出てこないじゃん。はい。という、投資詐欺の勧誘現場をたまたま見つけたのでっていうことで、今回のこちらの内容については、バイナリーオプションです。まあ、バイナリーオプションって一時期すごくあったと思う。仮想通貨
とはちょっとね、バイナリーオプションの場合ノックアウトオプションじゃないですけど、FX でも上か下かっていうのでもう決めて、ノックアウトオプションですけど、そこで、切れたら勝負あったっていうか、本当に上か下かだけでする、ギャンブルですね。はい。バイナリーで稼ぐことはほとんど難しいと思います。前にも一回ここでやったかな？多分、まあこんなんいくらでも勝ってる、数字とかもいくらでも見せれるし、ね、紹介料とかもあるし、まあ変な話、ツールを売るだけでもいいですので、確かこれ50万とか言ってたので、MA のツールを売ろうとしてるんじゃないですかね。はい。ヤフーオークションでも売ってますよね、ツールが。ツールの正しいやり方っていうか、もう皆さんも、前ここでも、FX の無料売買についてもあったんですけど、正しい知識がないと、自分でいろいろ検証したりとかしないと、ほぼほぼ詐欺ですよね。50万とかでツール売っちゃうわけですから。これは詐欺になりますよね。うん。でも、リターンが100万円、200万円いくって聞けば、これは投資だと思って言えばいいんですよね。という、で、ここだったかわかんないですけど、どこだったかな？なんか、株式会社 MA を探したんですね、これ。うん。この人はいいのかな？後半。まあ、そうですね。後半これ感想ですね。ということで、こういう投資詐欺のお話っていうのも実際に見ていただいて、僕らはやっぱりこの高校の金融教育とかでもっとね、時間をとって、そういううまい話はない？しっかり積み立てをしていって、お金の勉強をすることで、これが大丈夫なの大丈夫じゃないかっていう判断もできるように、一時期ね、クレジットカードも使いまくっちゃってる子とか若い子でいて、破産する子もいましたけど、今回はこれ、投資詐欺ですのでね、はい。いうことをね、このお金の勉強を含めてね、考えていけたらなと思っております。はい。はい。それではこれちょっと、今日の授業の前に、ちょっとだけじゃあ、ちょっと時間ありますので、今週のパフォーマンス見ていきましょうか。はい。では、今週1週間、まず金曜日の、ナスダックやなんか、パフォーマンス見ていきたいと思います。はい。ちょっとごめんなさいね。ちょっと今。はい。金曜日のパフォーマンスです。まず、アメリカが最後、ナスダックと S&P がギュッと上がりましたね。ギュッと。これはもうなんかほんとボラティリティが多くて、短期トレードをナスダックの先物とかやってる人は、ちょっと大変じゃないですかね、今。今トレード僕実際ナスダック今やってないので、一言のように言ってますけど、こんだけボラティリティが1日でやると大変です。短期トレードしてる人は読めないですね、これは。はい。何か数字が出て、朝方上がっていったのかもしれませんけどね。はい。ナスダックが最後、終値が1000、でも11,900ですね。から S&P が、3,900ですね。上がって3,900ですので、まだまだ厳しい状況が続いているということですね。2年債が高いですね。3.8 です。高い。ちょっと高すぎですね、今。はい。10年債が 3.45 という値になってます。ビックスは、久々28までピークつけましたね。で、26。やっぱまだまだ恐怖が。この間のちょっと CPI ショックすごかったですね。恐怖が高まってる状態であります。横の方でちょっと世界の動き金曜日見てみると、パッとヨーロッパが中心で出ていますが、マイナスがほとんどです。
特に目立ったのがこれ見るとノルウェーとポーランド、デンマーク、このあたりが 2% ほど落ちております。ヨーロッパはね、急激な落ちじゃなくて全体的に下げてるような感じです。ユーロが3500です。はい。ドイツも、ダックスドイツが 12,700 なので、また 13,000 を割ってしまいました。ヨーロッパは、ちょっと回復が鈍いですよね。アメリカはちょっとボラティリティが今出てますけど、ヨーロッパはなんか、じり下がりしてる感じがありますね。まあ、イギリスだけちょっと変わった動きしてますけどね。はい。はい、そんな感じです。次、中国とかをちょっと見ていきたいと思います。中国が、こうありましたね。2.3、中国もかなり落としましたね。金曜日。香港も落としてます。香港 18,700 ですね。もう2万いかないのかな。本当に。中国、香港はいつになったら良くなるんでしょうね。はい。ちょっと厳しいですね、ここも。なんか厳しいお話ばっかりですね。東南アジア。ベトナムはちょっと落として、僕、これベトナム買ってもいいなもう思いますね。ちょっと落としてるんですけど。はい。インドどこ行った？インド落としてますね。1.94。1万、見てなかったね。17,500 ですね。なかなか18,000の壁、クリアしないですね。インドネシアも落としております。あと目立ったところ、世界では、南アフリカが戻しちゃいましたね。はい。ちょっとマイナスですね。オーストラリアもマイナス続いてます。コモディティ見てみます。ゴールドがすごい一時期1650まで落ちたんですね。1700のあたりぐずついてたのにキャーンと落としました。と言いながらシルバーが急騰してましたね。金曜日。3.6 も上がってます。ハードコモディティは途中からこれはアメリカ時間の12時か1時ぐらいから急騰してますね。ゴールド、シルバー、銅もそうですね。アメリカ時間の夜中1時何かあったんですかね。急に上がっています。ハードコモディティが。原油85。ちょっとぐずついてますけど、今、このあたり落ち着いてる値ですね。天然ガスが 5% も落としてます。これちょっと天然ガスわからないです。ファンダメンタルが 5% 以上落としてファンダメンタルがあったかな？需要と供給のバランス。はい。その前まですごい天然ガス落ち着いてたんですけどね。8.2 とか3で。昨日急に落としました。ソフトコモディティの大豆コーンはあんまり変わっておりません。上昇トレンドになっているような動きでしたが、最近は変わってないです。小麦がね、上がってますね。長期で見ると、冷やしレベルだと上昇トレンドに行くのかなっていう動きをしておりました。小麦もね。小麦がね、これでね、1000近く行くと、かなり上昇。一時期、インフレの関係でね、小麦も1200ぐらいまで行きましたのでね。はい。そんなような動きになります。仮想通貨見ましょう。リップルがなんか偉いことになってるな。何これ。リップルだけ跳ねてます。12% ですね。逆にイーサリアムはちょっとお祭りが終わったのか、今落としているところです。ビットコインもなんかぐずついた動きをしてます。アルトコインがちょっと火吹いてる動きをしてますね。はい。ちょっとリップルがすごいですね。すごいって言っても、もう全体的にね、仮想通貨も、まだまだ、良くない地合いですのでね、急騰してても何が起こるかわからないので、本当にFX やってる人以外は、慎重にした方がいいと思います。持ってたら下がりますのでね、みんな。はい。はい。S&P500 のヒートマップ見ましょう。
金曜日。はい。Amazon が 2% 落としてました。から、メタも 2% 落としてました。大型株はここが目立ちます。半導体は良かったみたいですね、金曜日は。NVIDIA も上がっております。それからエネルギーは、そんなに上がっておりませんね。全体的に赤が金曜日は目立っておりますが、ただ、そこまでめちゃくちゃ下げてるほどでもない。金曜日はね。はい。一般消費も、ホームデポはちょっと上がってますね。あとヘルスケアもちょっと上がってましたね。はい。そんな感じです。じゃあ1週間のパフォーマンス見てみましょう。今週1週間 S&P は真っ赤っかです。やっぱあれですね。CPI のショックがでかかった。でもテスラすごいですね。こういう中でもプラスでいったんですね。これはすごいですね。ヘルスケアもジョンソン&ジョンソンもプラスでしたね。はい。まあ、大型株真っ赤っかなのでみんなナスダックとかみんな急落してたと思います。アマゾンが 7.3 マイナス。Google も 7%。メタ 13% マイナスでしたね。あ、これはすごいな、メタは。13% ですか、これ。146か、もう。これはもうメタやばいな。なんか、ガーファム心配になりますね。やっぱ、こんだけ見ると。特にメタは、もう半分以下ですもんね。300、去年の3月330だったからな。いやー、ちょっとこんな浸ってる場合じゃないですけど。持ってないですけど、今、メタは。厳しいなぁ。高橋ダンさん持ってるのかな、まだメタ。はい。ということですね。1週間のパフォーマンスを世界で見てみましょう。世界のこれ1週間のパフォーマンスですね。はい。世界の1週間のパフォーマンスはほぼ赤です。ね、見ていただくと。目立ってるところは、中国。これでもペトロチャイナだからこれ原油関係ですね。あ、電気自動車のニオが久々プラスです。うわ、懐かしい。あ、電気自動車については、テスラも良かったですよね。こんばんは。寝過ごして遅くなりました。そうなんです、しめじいさん。あ、寝過ごして全然。ありがとうございます。本当雑談ばっかだったので、トレードの話さっきしだしたので、詐欺の話ばっかしてましたので。はい。あ、しめじいさんあれ、どうです名古屋はいつ行って帰ってきたんです？もう戻ってこられてるんですか？ちょっとこれライブ遅延がありますので、会話の方タイムラグしちゃいますけど、教えてくださいね。じゃあ続きますね。台湾セミコンダクターがマイナス 4.4 ということになります。全体的に悪いですけども、電気自動車関連だけ良かったみたいですね、今週は。はい。シメディ、火曜プラス水曜の1泊2日でそうだっ行ってたんですねきました。はい、お疲れさんでした。良かったですね。もし今週だったら、台風で死んでましたよ、もう。はい。今週月か、これでね、行ってたら。はい。なんか食べれました別にご当地のやつ食べたりはしないのか。ちなみに火水だから、僕も名古屋に仕事に行ってると思います。僕はどちらかというと、名古屋の港区とか、台風ではなく暑さでやられました。確かに暑かったですね。まだ残暑が続いてましたもんね。はい。僕も結構南の方でね、仕事をしてるので、港区とか南区とか、ちょっと名古屋駅から離れたところなんですけどね。はい。はい。
世界のパフォーマンスはこんな感じ。ブラジルも悪かったですね。はい、でした。はい。それでは今日、特集の方ね、行きたいなと思います。今日もすいません、特集ですけども、先ほど言ったように、このお金の話の、後半、中盤か。中盤になります。最近すごい大事だなと思ってます。世界の山ちゃんで手羽先食べたり、本当ですか？新幹線ホームのきしめんも食べたりしました。しっかりあれじゃないですか。名古屋満喫してるじゃないですか。ねえ。俺考えてみたら。この人お金の話ばっかしてるなって。ごめんなさいね、これ。出してて。お金って大事なんですよ。最初これ流しながら、適当に喋りますね。なんで大事かって、大事ですよねってみんなに問いかけたら、考えてみたら僕も手羽先とか、みんなお金ってやっぱり、いろいろなものを解決するし、地元なのに食べないくなっちゃいます。なんで大事なんですかって聞いたときに、ここですね。ここに書いてあること。これが多分今。で今話してますけど、前回の続きになるんですけど、前回がなんだっけ、お金についてどういうことかっていうのを喋っていて、今多分その続きなので、お金って大事だよねっていうことを話しておりますね。ちょっとこれ時間もあるので、すいません、ちょっと早送りさせてもらいますね。お金って大事なのにっていうことが言ってるんですけど、ここ。だからね、僕たちは、もう本当に大事なんですよ。で、最初言った通り、お金のことは学べませんというところから、で、日本語も毎日使うんですよね。話をちょっとでも日本語は国語という科目があって、毎日使うお金はお金という科目がないわけです、学校教育には。別にこれは学校を批判してるわけじゃなくて、今、学校で教える時間の中に、もう隙間がないんですね。お金って大事だけど、隙間がないんです。で、来年度からね、高校の家庭科の授業の中に一部、資産形成っていうものが入る。お金の教育高校生に家庭科の教科書、今年から変わった教科書を、今のところ学校で学ぶ名古屋の手羽先は美味しいけど味が濃いかな。でも今話聞く限りでお金って大事だなって皆さん思うわけですね。甘辛にね、似るんですよ。じゃあ社会に出たら誰か教えてくれるだろうと。ちょっと期待するじゃないですか。だって学校で習わなかったけれど、親とか大人が教えてくれたことって多分たくさんあるから。濃いところもありますよね。だから手羽先と、やっぱ合うのは、お酒と手羽先は合いますよね。おつまみ系で。学ばないじゃないですか。きますよね。でも誰かが教えてくれた。じゃあお金もきっと社会に出たら誰か教えてくれるんだろうって期待するかもしれないけど、これ残念ながらね、教えてくれないんですよ。いや、今お前教えてるじゃんっていう。お金の話を流しながら全然。特別な話。でも、基本は教えてもらえない。なんでかっていうと、だってお父さんもお母さんも大人たちも学校でお金のこと学んでないから。シメディ、確かに味が濃かったのでビールがかなり進みました。W。味が濃かった。確かに。まずお金っていうのは大事です。なんででしょうね。今後学んでいくべきものなんだっていうことですね。学ばなくても生きていけるかもしれないですよ。生きていけるかもしれないけど、学んだ方が絶対有利になる。なぜならほとんどの人が学んでないから。だってもう日本人ほとんどお金のことをちゃんと学んでないのに、自分だけ学んだらなんかすっごい有利な気がするじゃないですか。名古屋の味付けって、だから学んで締めもあれですけど、味噌カツもあれですけど、割と濃いものも多いな。学ぼうって思っても、味噌煮込みうどんとか味噌を使って、大人に聞いても濃いイメージありますよね。いや、わかんないから。下手すりゃ間違ったことを教えられてしまうかもしれない。そうすると、じゃあお金ってどこで学ぶのっていうと、今は本とか、いいかもしれない。誰も学ばないよって、私たちも大人もね、お金の勉強をこうやって、その正しい正しくないをどう見極めるんですかっていうのは、なかなかね、難しいところであるんだけれど、YouTube の信頼できる人っていうのもね、お金の話をあるんですけど、ちゃんと説明できる人、教えてくれる人、そういう人たちに学んでいってほしいなと思うわけです。YouTube ここ重要ですね。アルゴリズムここ本当に重要だと思います。検索しないと出てこないから。学びたいなって思ってくれたかもしれない。難しいと思いますけどね、自分たちで思って探せればくれたかもしれないねけ。ど、やっぱ教えてくれる人は少ないってことですね。じゃあ、ちょっとですね、ここから来ましたね。台湾ラーメンは食べ損ねたな。味仙っていうところありますね。有名ですよ。これはね、先生方には当てませんが、先生方も考えてほしいですね。
知ってほしいお金の話。これ例えばですよ。大丈夫ですか？俺こんな雑談して。実は名古屋の方は、年金って皆さんわかりますか？年金。全国的にはじゃないんですよ。中国の方とかが、ほら、中華料理屋さんで、簡単に言うと、老後を支えてくれるお金ですよね。出すんですけど、僕たちは社会に出て、自分で仕事をしてお金を稼いで生きていくんだけど、台湾ラーメンか、豚骨ラーメンか、70なのか75なのか。味噌ラーメンか。今この国では65歳、なんて言ったらいいんですよ。中国人の方が。当然働いてお金を稼いでる間に年金を中華料理屋さんって。で、ちゃんと納めた人は老後年金がもらえますよ。名古屋だけかな。って言われてるんですね。当たり前のように台湾ラーメンあります。高齢化社会わかりますよね。高齢化社会。おじいちゃんおばあちゃんが増えて若者が減る。台湾ラーメン。そしたら年金ってもらえなくなるんじゃないの？当たり前のように、愛知では当たり前のように食べてるけど。年金もらえるの？どうなの？どうなんでしょう。もらえないんじゃないのっていう話は多分結構というか年金の話でまだ大丈夫ですよね。大人になると。で、いや絶対もらえないよ、もう年金制度破綻だよみたいな、日本バカ野郎みたいなことを言う人もたくさんいるんですが、皆さん考えてますね。年金ってもらえるのってクエスチョンですね。僕のアンサーはこれなんですよ。絶対にもらえますですね。絶対もらえるんですよ、年金って。年金絶対もらえるんです。ただ私たちだとこの年金についてってどうです？インフレが加速して、日本円でもし65歳とかあと10年、15年して、インフレが進んだ時って、こんな大事なことですよ。こんな大事なこと年金ってもらえるの。例えば10万円もらったとするじゃないですか、厚生年金で。どこでもどのポイントでも教えてくれない。でも、絶対もらえる。大丈夫ですかね。その理由ですね。まず年金の仕組みをね、知るといいんですよね。年金の仕組み。年金の仕組みみんなわからないですよね。10万円の価値がとんでもなくなくなったら。わからないというか、って思うんですけどね。ちゃんと説明できる人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思うんですね。でもお金の話ここまでやらないと思うんですだって自分たちが生きていく上で絶対関わる制度。で、年金っていうのは一番上の漢字ちょっと難しいですね。付加方式っていうものを日本は採用してます。付加方式。この名前は別に覚えなくてもいいです。覚えたら最高だけど。簡単に言うと、僕今働いてますよね。大人だから働いて、お金を稼いで生きてます。その時に、僕は年金を納めてるんですよ。これ、納める納めないの選択の余地はないですよ。義務ですから。収入がある人は全員年金を納めるようになります。みんなも大丈夫ではないと思います。川端その払それだけで年金欲しいです。なんかイメージだと年金納めました。ね、ずっと納めてました。で、老後になって自分が納めてたものがもらえるっていうイメージを抱いてる人多いかもしれないんですけど、違うんですよ。付加方式っていうのは、今僕が払ったお金どこ行ってるかっていうと、今のこの現代に生きているおじいちゃんおばあちゃんの年金になってると。いや、アメリカのドル建てじゃないですけど。これすごく重要ですよ。これすごく重要。なんでかっていうと、パフォーマンス出てるからいいけど。僕たちが老人になるとき。もしかしたら年金だけじゃなくて、じゃあ、企業年金とかやってる人も DC とかでやってるのも、日本株で円で買ってたら、締めに飲んだ大丈夫かな？後で台湾混ぜそばを食べたのを思い出しました。生み出してくれる老後2000万円問題が。そのお金を作り出してくれてるのは、きっと30年後働いてる君たちなんですね。台湾までそば。18歳だから30年後48でしょ。きっとまだ働いてる。で、年金も納めてる。その納めた金額が僕の元に入ってきてるんですよ。ありがたやって。ってことは、この付加方式大変ですよね。これからは、働く人どんどん減ってきますよ。もしかしたら老後2000万どころじゃなくて、老後3000万とかいい。ね。ってことは、円安になったら老後3000万円問題とか言ってるかもしれないしね。あれ年金払う金額増えるんじゃないのみたいな。ここ30年は、老人が増えるってことは現役世代が払う金額が一緒だったら間違いなくもらえる年金が減りますよね。もらえる年金が一緒だったら間違いなく現役の世代、どうもお疲れさんです。こんばんは。ほっとくとね。12時前にありがとうございます。今ちょうどお金の話、高校生の中盤をやりながら、僕らは全然関係ない名古屋のでもこんなこと誰も説明してくれないですね。台湾ラーメンの話をしてました。政府の偉いさん方ですね、お偉い様方、政治家の方々、毎日ダメな頑張っていただいてるんですけど、さすがにこの足らないってことは分かってるんですよね。それは分かりますよね。だってどう考えても足らないじゃん。
今僕が、今これちょうどあれですね。年金の、日本の年金の、人数的にこう、老人増えて現役が減ってくるんだったら足らないじゃんってみんな分かってるんです。いや、俺もすみません、脱線しちゃうんですけど、じゃあどうするのって言って、ちゃんとお金は確保してます。日本食って、じゃあ何かっていうと、みんな思ったことないですまず一つ目っていうのは今ラ話したーメンとか現役のもすごい、人たち、働いてる人美味しいたちがじゃないですか。払った年金で、中国とか、老後、今受け多分日取ってる人たち本のの、例えば料理もそうなんですけど、で、もう一つがアメリカも含めて、税金。消費税は、日本食でみんなの意識だと、海外でビジネスしたら成功するなとかって思ったりしませんでした？税金はやっぱりっていうのは僕も弟が中国とかで、上海とかで。で、おそらく税金ではないけど、そもそも払う年金ね、納める年金の額もちょっとずつ上がっていく。だからその俺の話で上がっていくところで、ごめんなさい、またサラさんで、今後増えていく高齢者に年金払おうっていう話になって、今、二つ目の、一杯、じゃあ年金足らない何ドルぐらいでいらっしゃるんでしょうか。またインフレの現地の話で嫌ですけど。例えば僕が払った年金っていうのは、2500円ぐらいするかな。老人に回ってるわけじゃないってなると、日本もバカじゃない。だから今現役世代が払った年金をち10ょっとドルずつ実は貯めてるんです。ラーメン一杯10ドルでいくら？違うな。タラフレイヤー15ドルね、やっぱ。15ドルね。だと思います。15ドルってことは140でかけるから100年安心年金みたいなね、そんなキャッチフレーズを聞いたことあるかもしれないんだけれど、あれってなんか、2000円ね、やっぱり。人生100年時代で年金はまあやっ大丈夫ですよぱ日っていう意味で本の倍はなくて、ぐらいだわ。 100年後も日本の年金制度はおそらく壊れませんよっていう。なんとなく今、で、その時点でどっから来るのっていうと、ここなんです。アメリカと日本の今物価の僕たちが払感覚がってる年金は実はちょっ2と倍ってずつちょっとず考えた方つがいいかな。貯めてくれている日本が。 2.5 倍かな。それで、ぐどうやらいですね。って貯めてるかっていうと、ちょっとペース早いから。ここまでの話ってでも結構驚きじゃないですか。川端年金ってそんなにになってるんだって多分思ってくれたんじゃないかなと。で、先生方も、ラーメンそうなんだって思ってくれ2000円じゃた人も食わねえな。今の日本だっこれたらって大事なことじゃないです食か。わねえな。これはでもやっぱり、なかなか学ぶ機会がないんですよね。仕事中とかね、そういうところで学ぶことはないし。もしかしたら学校でも100円ローソンと細かかくやること破綻はないし。しますね。あと、でもそれは、なんだろう、社会の仕組み上、100均仕とか方ないことでもう隙間がないから。でも大切だから自分で学んでいかなきゃいけない。初めて日本に行って新宿でラーメン食べそのじゃあ貯めたお金っていうのはどうしてるのっていうと、今ね、なんかちらほらと、貯金してるだけじゃないんですよ海外旅行、日本は投資っていうか日本に投資旅行に来てる方名前聞いたこが、とある人いますか？安い安いって、投資が東京の方で言い出している人たちもいるらしいです。ただなんか、コロナの関係でまだ、あれですよ、団体客しか海外から来ちゃいけないの。個人で旅行に来ちゃいけないのかな。なんかね、名前を聞いたことあるかもしれないんですけど、取材されている方はなんか団体のツアーの簡単に言う方だとった気がすアるんですけど、メリカがおお土産金貸して買ったりとよって言ったか、時と日本ブラジルがお金貸してよって言った時言わっれてて、なんかアメリカに貸した方日が本安いで喜んでくれてるのを、で僕たちはアメリカにお複金を雑な思い実際に貸したりできるんですけど、ちょっと仕組み上はね、ありまし難しいことはもっとた。なんあるんだけれどか複雑でしたね。の時に嬉しいんですけど、お金って海外から借りるっての安くてってさ、ただ日じゃ無理本に来てじゃないですか。もらって、日本のおアメリカが、金例えば僕がアメリカにお金貸したとしたら、嬉しいのになん帰ってくるかときに、ありがと安いう安いって言われるちょっと、と上乗せされてくる日本人が生活してる利息みた高いとなのが思ってるのが、これを繰り安いって返せば、言われてるのお金ってが、増えますよね。日本の価値が下がってるの、なんか複雑なこれが投感じでしたね。資の一つだと思って大丈夫です。で、株式も一緒で、株式っていうものがあるんだけど、お花テレビでお花さんも見ましたっていうものを買って、はい。安く買って、そ高く売れば、う。当然ちょっとお金増えるそんな風に思いました。で、大人たちに投資って聞くと、ちょっと投資って怖いんじゃないのっていう人もいると思う。年金が BGM でもになってる。ですね、日本今年金ちょっとずつ貯めてるって言いましたよね。ということで、すいません、それを投資で運用してるんです飛ばしますね。政府はどうやって年金を貯めてるかっていう話をしていると思うので、知ってどうすんのって話です。確これかに年金の仕組みは分かったな。でも結局自分がもらえるかもらえないか最後と中盤の最後ですね。これ後半もあるので、でも、今の話聞くと、なんかもらえる年金がどうなのかめっちゃ溜まとかね。ってるし。たとえ足りなくてもなるわけですね。不安は得ると。で、年金もらえるかもらえないかよくわかんないねっていう人と、今話を聞いて、よし、年金はもらえそうだって思う人は、まあ多分人生設計っていいうのはろんなお金のすご話をく変わっ知っててきますよね。た方65が歳を超えた後、私はいいよ年金がっていうことを月10言い万円もらえるたいんですよ前提でね。貯金をしていきますとか。
老後の生活を設計していきますとか。多分ここから、この、動画のショーは、きっとこれからお金の不安ってあると10月から解禁なんですね。なるほど、なるほど。だからか。お金の不安ってなんで起こるかっていうと、いやー、どうでも入ってきてどう出てくるか僕は、がよくわまあ、そのかんないってなると、円安なら円安で、どれぐらい複雑稼げな気持ちるかなとか、だけど、どれぐらいお金かかるか。まあ、少しでも例えば、景気がいきなり良くなるんだ入院ったしたらら、入院のお金かかりますよね。いいんじゃないか不なっ安じゃないですてか。いつも思います。払うつもりじゃなかったものがいきなり払わなきゃいけないから、お金足りるかなってなる。どこでしたっけ？人はメキシコわからないものとに不かもなん安をか感じるんですね。メキシコだったか、だからキューバだったかな。年金ってもらえるのかな？キューバ危機が、もらえないのかな？キューバか。この不安ね。キューバって、この不安もうはあれみたいですよね。いや、今の話聞いたらなんか大丈夫そうだね。 1960年代のキューバ危機以降、建物が、経済とかがもう結構、お金衰のことを退が停学んでない滞していってことは、て、ほとんど建物がね、の日本人もうそのまんまの、なんかよくわからないレトロな感じなんですって。よくわからないってことは、うまくそれをもう観光地化しちゃって、国自体がもう観光ということを誘致できるようにして、まあ、ある種成功した国なのさっきかなっお金、て年金をいうのを聞いたことがあります。投資だから、というもので日本も、国が運用してもうもの増やしてるづくりの日本でなくて、まあね、ある程度観光で呼んで、今まで高かった日本がもう安くて、うまいものが食べれるよっていうね、緑も多くて、っていう国でもニューにスは宣伝した方が年いいんで金減っはないかなったって言ってたていう方が、なんか視聴率取れそ思うで。いますすよ。もう今でも中国がね、爆買いする中国人がちょっといないので、始まって、ね、4 2、月から3 6年前月はなんか爆め買い、っちゃ年秋葉原で金この貯めてるね、増やして投ましたよね資で運用してる年金めっちゃ減らしました、日本。中国人バブルみたいのが。で、そこそういっただけが切り取られてニュお金をースにも出た。使ってくれる人がで、我々の年金を何これからしてくれてるんだってどこから怒った日本人がいっぱいいた。ですけども。でも、増えてんですよ。これはなんか、だからニュースの僕は広報というか嬉、しいというか、そのうん、みんなに見てもらうために、ある種ちょっと嘘をついたニュースとかに惑わされなくなるんですね。ということでお金に強くなると。投資は怖くないということを、多いです。大河内さんがなぜならニュース話してくだ作ってる側さったんですけの人間もど、分かってないチャから。ットとか全く私たちは無視それはして、やっぱり教育にないから。すいません。でも入る隙間がなかったけれど、これからは入ってくる。でも僕たちは間に合わなかったから、教育っていうのが。だから大人になったら自分たちで学んでいかなきゃいけないってサラことですね。フレイヤーちなみにですね、終わっちゃった。はい。ちなみに、最後ちょっとお話ししますけど、この、高校の教科書で、僕生徒にその家庭科で見せてもらったんですけど、6ページありました。あ、これ出せる？今出せないか。ちょっと用意しとけばよかったですね。次回最後、もう一回お金の勉強パート3をちょっとやりたいと思うんですけど、その時には、現在の、教科書、高校の教科書の中身をお見せしたいと思います。6ページでした。中身が。なので、投資詐欺のこととかもちらっと載ってたと思うんですけど、結構細かく、ただ、なんて言ったらいいかな。イラストとかが割と多かったですけど、文字もまあまあ多かったですね。うん。前テキスト、教科書以外にもお金のテキストっていうのもあったんですけど、お金のテキストの方は、どうやらあんまり高校で使ってなさそうです。うん。授業も教科書でやるとこがほとんどみたい。こういう外部講師を呼んでるところは、あんまりないのかなと思います。私立ならあるかもしれないですけどね。うん。やっぱり教科書通りにやっていくっていうか、感じみたいですね。またそれ、次回、お見せしたいなと思います。まあ、この時期ちょっと、具体的なトレードなかなかね、お見せできないですけど、こういうね、教育のお話、すごい僕、まあ、大事だなと思っておりますのでね。はい。大事だと思いながら、雑談雑談しまくってましたけどね。はい。はい。来週ですけど、多分木曜日行けると思います。今日、冒頭でもちょっとやりましたけど、オンライン家庭教師が木曜日もあるんですが、木曜日ね、オンラインでこの家庭教師するのは10時半で終わるので、11時には間に合うかなと思います。まあ、ある程度だいたい準備しちゃって、
事業をして、まあ、終わったらすぐ、YouTube やろうかなと思ってます。まあいいですよね。もうなんか最近、ちょっと変な話、僕はトレーダーのくせに、もうトレーダーらしからぬ雑談の話みたいな、そんな感じ。登録者数とか全く無視してますしね。はい。本当いいのかか、もう本当皆さんが楽しくしていただいておかげでございます。はい。ありがとうございます。新規の人とか来ないと思うんでね、なかなか。はい。皆さんのレギュラーの方がいらっしゃらなくなったらもうYouTube ライブはただ一人でブツブツ喋ってる人になっちゃう。はい。はい。木曜日またここの特集もしますが、もし何か、本当は、この間の CPI の。タラフレイ RCE、年金今どのくらい？年金今どのくらいっていうのはどういうことですか？もらえる額ですか？日本円で。違うかな？それか、なんていうのかな。タラフレイ RCE、なるほど。はいはいはい。国民年金の方は、これ見せるか。年金、金額。はい。私たちの年金、令和2年で厚生年金、国民年金は、年平均額は国民年金がおよそ 5.6 万円。それから厚生年金、働いてらっしゃる方ですね。これがおよそ14万4千円になっております。何気にじりっと金額も落ちており、しかも、円安も進んでおりますので、国民年金の人は絶対イデコやらないと破綻します。絶対やらないとまずいです。ママバタッチ、安。安とか言って、僕国民年金ですけども、イデコもやるし、あと、国民年金は、タラフレイ RCE、これはきついですね。きついですね。付加年金って言って、国民年金は毎月1万6000ちょっと払うんですけど、そこから、プラス1000円ぐらい、やると、付加年金って言って、2割増えます。確か。はい。意外にこれ皆さん知らないみたいですね。年金のプラスして払ってあげると、国民年金が高くなるのと、あと、65歳でもらうか、頑張って、国民年金は、遅れてね、支払いできる。まあ、あんまり遅れると死ぬ間際にお金もらったってしょうがないとかなっちゃうので、あれですけど、一応自分の中ではベストは68歳まで引っ張って、そうすると、この年金の、どれぐらいだろう ?1.2 倍ぐらいかなは、もらえるような形になります。なんて言ったらいいんでしょうこれ。繰り下げとかかったこっちの年金と日本の年金、こっちの年金と合算してもらえるようになったみたいです。よかったですね。合算してくれるんですね。年金払った期間とね。そうですよね。バラバラだったら、日本の年金も確か今10年払うと、その資格は得られるのかな？国民年金は。みたいですよね。まあでもね、5.6 万円ですからね、何にも考えんでやっとる人は、思うんですけど、10年、15年ぐらいしたら、いいのかな？中高年の破産者だけじゃなくて、自殺者じゃないけど、出る気がするんですけど、生活保護の方がいいって言って今のね、年金じゃなくて生活保護もらってる人もいますけど、タラフレイ RCE、でも米国が日本の分も課税するので、でも米国で日本の、課税するので、捨てちゃう人もいる。なるほど、なるほど。課税があるんです。なるほど、なるほど。そういうこともあるんですね。そうですね。まあね、
ちょっとこの本当にどっちがいいかわからないですけど、とにかく日本のはもらえるけども、もうこれ以上多くもらえることはまずありえないので、はい。まずないので、はい。今のね、なんかできないですかね。国がもうドル建て年金って言ってしちゃってね。ドルでね、さっき川端さんが言ってましたけど、そういうドル建て年金にしちゃって、もう日本の円ダメだから、外貨で、なんか、積み立てるような風に、ね、ほんで、イデコみたいにしちゃって。川端っち、それでベーシックインカムの話出てるのかも。ね、ああ、なるほどね。そうですね。はい。ベーシックインカム、そう、その通りだと思います。もう日本諦めてるんだったら世界の外貨でね、考えてもいいなと思いますけどね。まあ私たちはね、もうアメリカのドル建てじゃないですけど、株をね、しっかり積み立てて、買っていって、信じていくしかないのかなって思うんです。で、僕はまあ遊びで新興国買いますけど。はい。はい。ちょっともう時間がすいません。押してしまったので。お花。すいません。皆さん、盛り上がってるところ申し訳ないです。今日これでね、ちょっと失礼させていただきます。またね、木曜日ね、年金の話じゃねえわ。高校のね、後半の最後話もしていきつつ、何かね、また、金融のこととか、いろんなことがあったら、題材にしてね、テーマにしていきたいと思います。今日、あんまりね、テクニカルなことやらなかったですけど、まあ、雑談も含めてね、いろいろ楽しくお話しして学んでいきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、すいません。ありがとうございました。それではまた木曜日お会いしましょう。失礼いたします。サラフレイ RCE、お疲れ様。川端っち、インドファンド買いました。